こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をいろいろ用意しているのでそこから選んでぜひ一緒に最後まで聞いてみてください。はい、ということで、今日のエピソードなんですが、夏の日本旅行で役立つ便利グッズを皆さんにご紹介していきたいなと思います。皆さん、日本の夏経験したことありますか？実は日本の夏ってめちゃくちゃ暑いです。で、しかもそこに加えて気温だけじゃなくて湿度といってその空気の中に含まれる水分の量なんですけど、湿度がすっごく高いのが特徴です。なので、気温も40度くらいいくんですが、そこに加えて湿度も高いので、嫌な暑さなんですね。風がこうベタベタしているように感じたりだとか、他にも気温だけじゃなくてその湿度に体力を奪われるので、熱中症とかにもなりやすいような暑さをしています。今まで島根や大阪に住んでいたんですけど、福岡に引っ越してきて、よりその湿度の高さを改めて実感していて、去年の夏は私生まれて初めて熱中症になりました。なので、そんな特徴のある日本の暑さの中、日本旅行に役立つ便利グッズを皆さんにご紹介していきたいなと思います。今から4つ紹介していくんですけど、すべてコンビニとかドラッグストアで買うことができます。ぜひぜひ気になるものあれば調べてメモして日本に旅行に来る際は探してみてください。はい、ということで、まず一つ目なんですけど、一つ目はこちらです。ギャツビーのボディシートです。これなんですけど、汗をかいた時とかに体を拭くシートになります。で、これがめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。首とか、腕とか拭くことができるんですけど、中に風に当たるとすごく冷たく感じるような成分が入っているので、これで体の汗を拭くと一気に涼しくなります。風に当たるともうちょっと寒いくらいに、それこそこれで汗を拭いてからお店の中とかに入るともうめっちゃ寒いんですよ。それくらい体の汗も拭けるし涼しくなるっていうところですごく便利かなと思います。で、本当にこれドラッグストアとかコンビニとかにたくさんありますし、匂い、香りもたくさんあるんですね。私は比較的レモンとかそういった清涼感のある涼しい感じの匂いが好きなんですけど、ピーチとか、あとは石鹸とか、それこそ匂いがしないものとか、いろいろ種類があるので、ぜひ気になる方は探してみてください。そしたら次、二つ目なんですけど、二つ目はひんやりタオルシートです。こんな感じですね。これはボディシートと少し似ているんですけど、もう少し大きめです。首とか肩を拭いたり顔を拭いたりできるんですが、それ以外にもタオルみたいな大きさなので、首に巻いたり首に結んだりすることができます。これもギャッツビーと同じで、ひんやりする成分、ひんやりっていうのが、冷たくて気持ちいい様子のオノマトペなんですけど、ひんやりしている成分が入っているので、これで首に巻いたりとかすると、少し暑さが和らぐような感じになります。はい。で、これ私もすごく実は愛用していて、ギャツビーってペリッと開けると何枚も入っているようなタイプなんですが、このひんやりタオルシートは一枚一枚が個包装、別々で包装されているので、一つ開けて一回分使って他のものはカバンに入れておくみたいなことができるんですね。私もこれ去年の夏にプサンに行ったんですけど、プサンがもうめっちゃ暑くて、なのでそこで毎日のようにこのひんやりタオルシートを使っていました。夏暑かったんですけど、やっぱりこれが一つあるだけでも若干体が楽になるので、ぜひぜひ探してみてください。そしたら次、三つ目なんですけど、三つ目は冷凍ドリンクです。冷凍、フローズンですね。冷凍のドリンクが日本のコンビニとかドラッグストアには置いてあります。例えばお茶とかスポーツドリンクだったり、他にも塩分が含まれたジュースとかですね。そういったものが冷凍された状態で置いてあります。これのいいところは長時間ずっと冷たい状態をキープすることができます。
それこそ暑い時はペットボトルを首に当てても冷たくて気持ちいいですし、暑い時に喉が渇いたら開けて飲むと毎回キンキンに冷えた飲み物を飲むことができます。で、これ少しずつ溶けていくので、ずっと冷たいものをキープできるんですね。なのですごくおすすめです。私とハン君はいつもドラッグストアでお茶を買ってきて、お家の冷凍庫で何本か冷凍させてます。で、そうやってたまに外に遊びに行くときに1本出して持っていくみたいな風にしています。この凍った飲み物っていうのはすごくおすすめで、っていうのもやっぱり喉が渇いて水分補給もしっかりしなきゃいけないので、やっぱり冷たいドリンクを飲んで体温を下げるのもそうなんですけど、やっぱりそれでも暑くてしんどくなった時に、急いで体を冷やすっていう時に、その凍ったドリンクが一つあると首とかに当てて、急激にこうやって体温を下げることもできるので、ぜひぜひ熱中症対策、暑さ対策にも、もし夏に日本に旅行に来る方、いろいろこの冷凍ドリンク探してみてください。そして最後、4つ目がハンディファンです。こうやって手に持って扇風機使うことができるもので、これって結構皆さん知ってる方多いんじゃないでしょうか。こんな感じですね。はい。で、これはもう本当に最近持ってる人多いですよね。で、小さい扇風機なので、持ち歩きも便利ですし、暑い時とかにバーって風に当たるだけでも、ちょっと汗が引いたりしますよね。で、私がよくやるのは、暑い中頑張って歩いて、で、駅とかに入ると涼しいじゃないですか。涼しいとこに入った瞬間に一番強いモードで風を浴びる。そうするともうめっちゃ冷たい風がわーっと顔に当たって気持ちいいんです。なので、ぜひぜひ、もし夏、日本に旅行に行くよとかっていう方、ハンディファンぜひぜひ持ってくるといいのかなと思います。これだったら、本当に駅でも空港でもテーマパークでも、ちっちゃいのであんまり荷物にもならないですし、持ち歩きが不便な方は首に下げるタイプもあるので、はい。私も今首に下げるタイプが欲しいんですけど、はい。ぜひぜひ探してみてください。はい。そして5つ目が塩分タブレットです。塩分タブレットってわかりますか？こんな感じなんですけど、これは塩分、塩の成分ですね。夏は汗をかくので水だけじゃなくて塩分も体からどんどんなくなっていってしまうじゃないですか。なので、日本ではこの塩分タブレットって言って、ほんとこれくらいの一口サイズのタブレットなんですけど、これを持ち歩く人も多いです。で、特に外で長時間過ごすとき、観光でいろんな観光地回るときってずっと外歩くじゃないですか。そんな時に熱中症とかで体調崩すのはすごくもったいないので、この塩分タブレットおすすめです。本当にお金サイズくらいで一つが。なので食べやすいですし、持ち歩く時も絶対に荷物にならないので、はい、ぜひぜひ探してみてください。結構グレープフルーツ味とか、なんかいろいろ清涼感のある味があるので、そういったのも好きなもの探して食べてみるのがいいかなと思います。で、さらにちょっともう一つだけおすすめをするとしたら、日傘なんですね。日傘って日差しを防ぐための傘、雨じゃなくて日差しを防ぐための傘なんですけど、これって昔は女性が日焼けしないように使うイメージだったんですけど、最近はもう男性も使ってますよね。私、日傘って今まであんまり使わなかったんですけど、ハン君が日傘を使っていたので、入ってみたらびっくりしました。日傘ってしっかり日陰になるので、傘の中がちょっとだけ涼しいんですよ。やっぱり夏って日傘の中でも全然暑いんですけど、それでも太陽の真下を歩くよりはすごく楽になるような感じがしました。やっぱり日差しに直接当たると肌も焼けますし、それだけじゃなくて熱を直接浴びるので体温がぐーっと上がっちゃうかなって思うんですね。で、私の感覚なんですけど、太陽の下を歩くって結構体力を取られるなと思っているので、この日傘が一つあるだけでも、その旅行中の体力とかを少しでも守ることができるんじゃないのかなと思います。で、ちなみに、旅行で来る方にはドラッグストアもおすすめです。っていうのも、ドラッグストアってお薬だけじゃなくて、便利グッズがたくさん置いてるんですね。なんか旅行中に暑いなと思ったら、ぜひぜひ入ってみてください。思わぬ便利グッズが見つかるかもしれないです。結構最近行ってみてびっくりしたのが、スプレーなんですけど、シューってすると、白いふわふわのムースみたいなのが出て、それが固まるんですね。で、それ触るとめちゃくちゃ冷たいんですよ。
なので、夏持ち歩いて暑い時は頭とか、首とかにシューってやると、1秒2秒とかでちょっと固まってジェル状になってくれて、ペリペリって剥がせるようになるんですね。みたいな面白い暑さ対策の便利グッズとかもあったので、はい、ぜひぜひちょっと気になる方、ドラッグストア、日本にはいろんなチェーン店があるので行ってみてください。はい。ということで、今日は夏の日本旅行楽しく乗り切るための役立つ便利グッズについてご紹介していきました。皆さんいかがでしたか？私のおすすめの一つがギャッツビーのボディシート。二つ目がひんやりタオルシート。三つ目が冷凍ドリンク。四つ目がハンディファン。五つ目が塩分タブレット。六つ目が日傘です。で、他にもドラッグストアに行くといろいろ面白い暑さ対策のグッズもあるので、ぜひぜひ見てみてください。やっぱり夏って天気も良くて旅行に行きたくなる季節かなとも思うんですが、その分やっぱり体調不良とかにも気をつけなきゃいけない、すごく暑い時期なので、そういったところしっかり準備して旅行を皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。ちなみに私今年の8月もまた彼と一緒にプサンに行きます。で、やっぱりプサン8月すごく暑いと思うので、私もしっかりこれから暑さ対策準備をしていきたいなと思います。皆さんの国にもこういう夏グッズとかって何かありますか？暑い国の人とかってどういう風に暑さ対策してるんですかね？ぜひぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで今日のエピソードは以上になります。面白いなと思っていただけた方、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。